5LDK の新居が完成し、これからは私と夫と私の両親で幸せに暮らせると思っていた。しかし、引っ越し当日、新居に到着すると、想像していない光景に目を見開いた。家の前にはなぜか義両親と義手の姿があったのだ。私がポカーンと口を開き、言葉を出せずにいると、夫がやってきて、この家は俺の両親と姉貴が住むからと言い出したのだ。え？ちょっとどういう意味？思いもやらぬ夫の発言に一瞬パニックになり、思考が追いつかない。お前は格安アパートでも借りたら？どうせ俺がいないと普通のアパートも借りられないだろうけどな。皮肉たっぷりの言葉を私に投げつけてくる。まさかそんなことを言われると思っていなかった。私は目を見開いた。なぜ私と私の両親がいろいろと調べて、両親の名義で買ったこの家に義両親が住み、私たちは追い出されなければいけないのか。私には全く理解できなかった。そう、わかったわ。これ以上この家族に何を話しても無駄だ。そう思った私はその場を後にすることにした。義母、義父、義手は私がその場を立ち去ろうとすると、クスクスと笑いながら、やっと息子と離婚してくれるのね、と喜んでいた。しかし数ヶ月後、義家族たちはどん底に落ちるのだった。私の名前はリナ。現在30歳の会社員だ。夫の義彦とは結婚して3年が経つ。私たちの出会いは大学時代に遡る。高校生の頃、バイトや友人と遊ぶこともやめて、必死に受験勉強に励んだ。そして晴れて希望していた大学に入学することができた。大学に進学し、新しく始まったキャンパスライフにワクワクし、胸を躍らせていた。そんな中、サークルの説明会で、どのサークルに入るか悩みながら、校舎内でうろいろと迷子になっていたところ、一人の先輩に声をかけられた。それが夫の義彦だった。彼は私よりも一つ年上で、自分のサークルを紹介したいとのことで案内をしてくれた。ここだよ。俺が所属してるサークル。え？軽音楽部？そう、楽しいよ。楽器は？触ったことある？いえ、全く。そっかそっか。でも全然大丈夫。ここは人もいいし、とにかくゆるくやってるから、楽しく活動はできると思うよ。本当ですか？全然触れないですよ。大丈夫だよ。初心者も多いし、それぞれのペースやレベルに合わせて練習や演奏会をしてるからさ。そう丁寧に教えてくれた。他に入りたいサークルもなかったし、一緒にいた友人が軽音部に興味津々だったため、友人と2人で軽音楽サークルに入ることに決めた。初心者でも大丈夫と言われていたが、実際練習が始まるまで緊張してドキドキしていた私。それに気づいた義彦はすぐに私のそばに来てくれて、先輩たちの紹介とギターの弾き方を優しく丁寧に教えてくれた。サークルの雰囲気はとても良く、みんないい人たちだったので、毎週のように飲み会にも参加し、楽しいキャンパスライフを過ごすことができた。そんな中、約2年が経った頃、義彦が卒業するタイミングで彼から告白された。実は俺、ずっとリナのことが好きだったんだ。俺はもう卒業して就職してしまうから、こうして会えなくなる。だからその前に、悔いのないよう、リナへの思いを伝えたくて。え？俺と、付き合ってください。実は私も彼のことをとても素敵な人だと思っていた。だけど私よりも年上で、誰にでも優しい彼は、先輩たちからも好かれていたし、きっと私のことなんて、ただの後輩としか見てないだろうなと思い、彼に対する恋心は、
誰にもバレないように隠していた。だから彼から告白をされた時は驚いたし、すごく嬉しかった。実は私もヨシヒコ先輩が好きだったんです。私でよければ付き合ってください。本当か？嬉しいよ。すごく嬉しい。こうして私たちは付き合うこととなった。大学生と社会人なので会える時間は週末だけと限られていたし、彼が新しい環境でたくさんの人と出会っていることに焦りと不安を感じる日もあった。それでも彼はとても誠実で私を不安にさせないように気遣ってくれ、年上らしく私を引っ張ってくれ、いろんなデートスポットに連れて行ってくれた。私がまだ学生だからといっておごってくれることも多く、男らしい姿に惹かれていた。彼のおかげで交際は順調だった。そして私が大学を卒業し就活をしている時も的確なアドバイスをしてくれていた。そのおかげで私は自分がしたい仕事に就職が決まり、晴れて会社員となった。リナ、就職おめでとう。ありがとう。ヨシヒコのおかげだよ。そんなことないよ。リナが一生懸命頑張ったからだよ。ありがとう。仕事は覚えることも多く、慣れない環境で忙しく、挫折しそうな時もあったが、その度にヨシヒコが私のことを支えてくれた。ある日、ヨシヒコから仕事終わりに話があると呼び出された。突然どうしたの？実は転勤が決まったんだ。東京の本社に異動になった。え？東京？大阪出身でずっと大阪に住んでいた私たち。彼が東京に行ってしまうと遠距離になってしまう。だが本社異動とは彼が会社から認められている証拠で、出世の第一歩だったので断るわけにはいかない。落ち込む私の顔を見たヨシヒコが私にこんな提案をしてくれた。俺はニナと離れたくない。今後も一緒にいたいと思っている。だから俺と結婚してくれないか？私は彼の提案に驚き目を見開いた。ダメかな？私も彼のことが大好きだったし、いずれは結婚したいと思っていたので、喜んでと返事をした。こうして結婚することとなった私たち。私も東京について行きたかったが、就職したばかりの新入社員だった私に異動の要望が通るはずもなく、泣く泣く夫は単身赴任することとなった。だが夫の中でも新婚ということがモチベーションになっていたようで、仕事をバリバリ頑張ってくれており、上司からの評価や信頼も大きくなっていたようだった。そんな夫の後を追うように、私も仕事に精を出すようになった。しかし、私が仕事に精を出すことに、それを良くないと思っている人物がいた。ヨシヒコの家族だ。義両親はとにかく古い考えの持ち主で、私が仕事上、東京にはついていけないと決断した時も、あなた正気なの？女のあなたは仕事を辞めて夫についていくのが普通でしょ。まさか夫より仕事を取るなんてな。今時の子たちの考えはわからないものだな。と眉間にシワを寄せながら露骨なまでに嫌味を言われた。ヨシヒコの2つ年上の姉であるさゆりさんも、ニナさんついていかないって本当？私だったら迷わずついていくけどなぁ。とボソッとつぶやいた。さゆりさんとヨシヒコはとにかく仲がいい兄弟で、昔から恋バナを2人でするらしい。それにしてもなぜここまで言われないといけないのか。少しうつむきながらも何も言い出せずにいると、ヨシヒコが慌てて、違うよ。ニナは俺についていくと言ってくれて、会社にも掛け合ってくれたんだよ。ただ会社がそれを許してくれなかっただけだよ。とフォローしてくれた。それでもまだ不服そうだったが、その場はなんとか収まった。だがこの時から義両親は私のことを好きでないのが一目瞭然だった。その後も
夫が単身赴任で家にいないことを知りながらも、義母と義士は何度も家にやってきた。いやー、相変わらず掃除が苦手なのね。本当よ。冷蔵庫にもあまり食材も入ってないし、自炊もしてないんじゃないの？そう言いながら、勝手に冷蔵庫やいろんな部屋を開けながら言う。私一人で暮らす家なのだから、多少散らかっていようが、自炊をしていなかろうが、関係ないじゃないか。と、心の中では思っていたが、もちろん、口に出すことはできず、と、流していた。だがしまいには、クローゼットの扉まで、勝手にバンバンと開け始めたので、さすがの私も、恐る恐る。あまり勝手に開けないでください。と、注意した。その瞬間、義母は鋭い眼光で、私を睨みつけ、なに？見られて困るものでもあるの？浮気してるんじゃないの？と言い出す始末。そういうわけではないですが、そもそも女はね、家をきれいにしておくのが当たり前なの。いくら一人で住んでようが関係ないの。そうよ、そうよ。そう言い、ギャーギャーと騒ぐだけ騒ぎ、去っていく。本当に勘弁してほしい。そしてそれから1週間後、また、突然家にやってきた義母と義士。今日はどうなさいましたか？何？用がなければ来ちゃいけないの？いえ、そういうわけでは。平日の昼間から暇そうね。テレワーク中なので、あまり時間がないのですが。テレワークですって？どうせ仕事なんてしてないくせに。偉そうね。そうよ。仕事してる風でしょ？いや、本当にそろそろ帰っていただかないと、打ち合わせも始まるので。あまりにしつこく家にやってくるので、少し冷たい態度であしらってみたが、この二人は全く気にする様子はない。どうせ義彦から仕送りでももらって生活してるんでしょ？義彦はあんな立派に働いているのに、あんたと来たら。別居してることをいいことに、嫁は家でゴロゴロか。ほんと、いいご身分ね。わざとらしい大きなため息をつきながら、義母は私のことを睨みつけた。確かに、義母の時代には家で働くといった環境が少なかったのかもしれない。だが今は、在宅ワークの環境が社会的にも浸透しているのだから、もう少し分かってほしいものだ。義士についても、何を根拠に私が仕事をしていないと決めつけているのか、さっぱりわからない。何度もお伝えしてますが、私今仕事中なんです。今日はお引き取りください。半ば強引に二人を家から追い出した。それが気に食わなかったのか、家の扉を閉める間際に、義母が、義彦が大阪に戻ってくる頃には、あなたのことをきちんと考え直すように伝えておかないとね。離婚するか、嫁をしつけしなさいってね。そう言い残し、義母は去っていった。いつもこうだ。去り際に何かと文句を言って帰っていく。私はもううんざりしていた。このままでは家でゆっくりすることも仕事をすることも邪魔されてしまう。義母は私が一人暮らしをしているから平然と人の家に上がって攻撃して帰っていくんだ。こうなったら私が一人暮らしをやめるしかない。そう思った私はすぐさま両親に電話をした。もしもし、お母さん、これから私と一緒に住まない？え？どういうこと？私は事情を説明した。母は父にも事情を説明するから待ってねと言い、電話が切れた。しばらくして母から電話が。父さんもそういう事情ならすぐにでも実家に帰っておいでだって。本当？ありがとう。もうリナはいつも急なんだから。こうして私は実家に帰ることになった。久々に実家に帰ると、すでに私のために部屋を開けてくれていて、
ご飯も作ってくれていた。やっぱり両親はとても優しく、ほっとする。久々の実家にワクワクしながら、家中をうろうろしていると、外装は剥がれ落ち、ところどころにひび割れも目立つ。床の傷や水回りも汚くなり、かなり老朽化が目立っていた。この家も古くなってきたね。実は前から母さんと話してたんだけど、家を建て替えようかと思っているんだ。え？そうなの？いいじゃない。それでなんだが、ヨシヒコくんが大阪に戻ってきたら、お前たちも一緒に住んだらどうだ？無理にとは言わないが。いいの？もちろんだよ。ヨシヒコくんが嫌じゃなければだがな。そう言ってくれて嬉しいよ。聞いてみるね。その日の夜、ヨシヒコにも同居しないかと聞いてみた。お父さんがそう言ってくれたの。俺はいいよ。むしろ、新築に住めるようになるなんて嬉しいよ。本当？そしたらお父さんに言っておくね。ありがとう。家のことは任せたから、ひとまず、東京で頑張るよ。同居というと、少し嫌がるのではないかと心配していたが、意外にもヨシヒコはかなり喜んでいるようだった。そして、私は両親と一緒にマイホーム計画を始めた。水回りは毎日使うものだし、お互い気を使うから別々にしようとか、玄関も2つつけようとか、話も盛り上がった。夫にも床の色は何がいいかとか、間取りの相談とかをし、思っていた以上に順調に話も進み、家が出来上がるのを楽しみにしていた。しかし、ここでいい顔をしない人たちが、義家族だ。ヨシヒコから家を建てることを聞きつけたのか、ある日、義母から電話がかかってきた。いつの間に一人暮らしをやめたかと思ったら、家を建てるんですって？ええ、まあ。それに何？私の息子とあなたの両親と同居するんですって？よくもまあ、そんなお金があるわね。一体誰のおかげでそんな贅沢な生活ができるのかしらね。今日も今日とて、義母の嫌味な言い方は変わらない。義母のことだ。どうせ、ヨシヒコのお金を使って新居を建てると思っているのだろう。義母にとって、ヨシヒコは大切な息子かもしれないが、そろそろ息子の家庭のお金事情に干渉するのをやめて、子離れしてほしいものだ。何か勘違いされているようですが、お金のことは私たち家族の問題なので、放っておいてもらえますか？口に出してから、あっと思った。いつもネチネチと嫌味を言われていたせいで、思わず思っていることをそのまま口に出してしまった。はあ？何よその言い方。本当に生意気なんだから。覚えてなさい。ヨシヒコに言いつけて。私にそんな態度を取ったことを後悔させてやるんだから。その声とともに、義父の声で、またあのクソ嫁か。もういい。話すことなんてない。という発言も聞こえてきて、そのまま私の返事を待たずに、ブチッと電話が切れてしまった。クソ嫁って。私は自分が思っている以上に、ヨシヒコの家族から嫌われていたのだろう。しかし、あの人たちに構っている時間もない。両親と一緒に同居する予定の家は、二世帯住宅ということもあり、お互いの家庭のことを考えた間取りになるように何度も案を練って、やっと間取りも決まり、ショールームにも足を運び、バタバタとマイホーム完成に向けて準備に取り組んでいた。しかし、この頃から、ヨシヒコからの連絡は少なくなっていった。事情を聞くと、仕事が忙しいとのことだったので、気にしないようにしていたのだが、後日、ヨシヒコから電話が来た。来月から大阪に帰ることが決まった。と、新居の完成も間近だったので、帰ってくる頃には、新しい家に一緒に住めるねとみんなで喜んだ。しかし、その喜びは、一瞬で消え去った。ヨシヒコが大阪に帰ってきてから、一週間後には家が完成するそうで、その間、ヨシヒコは義実家で暮らすといい、私たちは別々の場所で暮らしていた。それから一週間後、
5LDK の家が完成した。引っ越し作業は翌日に行うという話を義彦としていた。そして約束の日、新居も完成しているので、義彦との約束の時間通りに現地に到着し、家の中に入った。すると、思いもやらぬ光景が目に入ってくる。え？どうして？そこにはなぜか義両親と義士の姿があった。あら、他人が私たちの家に何の用かしら。私たちの家？私がポカーンと口を開き、言葉を出せずにいると、義彦がやってきた。この家は、俺の両親と姉貴が住むから、今日はその下見に来たんだ。え？ちょっと、どういう意味？思いもやらぬ義彦の発言に、一瞬パニックになり、思考が追いつかない。お前は、格安アパートでも借りたら、どうせ俺がいないと、普通のアパートも借りられないだろうけどな。皮肉たっぷりの言葉を投げつけられる。まさか、そんなことを言われると思っていなかった私は、目を見開いた。何があったら夫の態度が、こんなにも表変するのか。それに、義彦のその姿を、義彦の後ろでニヤニヤしながら見つめる、義両親と義士にも、不信感を覚える。突然何があってそんなことになってるの？母さんと姉さんから聞いたよ。いろいろと心当たりはあるだろう。いや、こんなにもひどいことをされる心当たりは皆無だ。全くもって何が言いたいのかさっぱりなんだけど。いい加減にしろよ！義彦は突然、顔を真っ赤にし、怒号を上げた。お前、不倫してるんだろ。それに俺と結婚したのも、金目当てなんだろ。ちょっと待って、何を言ってるの？不倫？するわけないでしょ。金目当てとかも意味がわからないわ。そんな風に思ったことなんて一度もない。一人暮らししてるって言ってたくせに、男と同棲してたんだろ。母さんが、お前が住んでる家に行ったら、男物の歯ブラシとか、服が置いてあったって言ってたぞ。お前がクローゼットの中も見られないように必死に何かを隠していたって、姉さんも言ってたし。母さんと姉さんに、不倫がバレそうと思ったから、一人暮らしもやめたんだろ。男物の歯ブラシなんて置いてたこと一度もないわよ。それに、クローゼットの中を勝手に見られたら、誰だって嫌でしょ。あと私が、一人暮らしをやめたのは、頻繁にお母さんとお姉さんが家に来て、そうやって意味のわからないことを言うのが嫌だったからよ。そう言い、義母と義士を睨みつけた。しかし、二人は全く動じず、私を睨み返してくる。それに、俺の金ばかりに手をつけて、勝手に口座からお金を引き落として遊んでるらしいじゃないか。それで、足りなくなったら父さんに、金をくれと、せがんだらしいな。リナがそんな奴だったなんて。怒りで手を震わしている。だが、私には身に覚えのない話ばかりだ。そもそも夫と私は完全にお財布が別で、毎月決まった額だけを共通の口座に振り込んでおり、そこから生活費や家賃が引き落としされるようになっている。生活口座からいくら引き落としされているかも、自分で通帳記帳に行けばわかるはずだ。それに、共通の口座以外には、夫がどれだけ稼いでいて、どれだけ貯金しているかも知らないし、干渉していないのに。また私は、一度も義父に連絡を取り、お金が欲しいなんて言ったことはない。そもそも、義父個人に連絡をしたことなんて一度もない。何のでっち上げだ？俺はお前を絶対に許さないぞ。分かったらとっとと出ていけ。ほら、離婚届だ。書いておけよ。そう言い、私に離婚届を投げつけてきた。私の話に全く耳を貸さない夫。最初から私のことを信じるつもりなんてないのだ。わかった。さようなら。私は立ったばかりの家に背を向け、その場を後にした。昔から義彦は、私が会社の飲み会などに行くだけでも、少し機嫌が悪くなる人だった。それでも、遠距離だったし仕方がないと思うようにしていた。だが、もう限界だ。私の堪忍袋の緒がプチッと切れてしまった。何を話しても信じず、
妻である私の言葉を信じようとしない。これ以上はここにいても仕方がないと思った。私の去り際、義家族はこちらを見ながら、これでヨシヒコも安心して暮らせるわね。これからまた婚活でもすればいいさ。きっとこんな女よりいい奥さんがすぐ見つかるよ。やっと金食い虫も消えてくれたようね。と、クスクス笑っていた。絶対に許さない。覚えてなさい。私は実家に帰り、すぐに両親に事情を説明した。両親も、義家族の行動にはブチ切れていた。父は、考えがあると言い、私は、その提案に乗ることにした。ひとまず、父が名義人になっていた家を、義彦の名義へ変更した。もちろん、ローンの名義人も義彦にした。私の方から義彦には電話をし、今後その家に住み続けるなら、名義人は変更すると伝えた。義彦は、どうせ15万くらいだろう。そのくらい払えるさ。お前と違ってな、と言い、すぐに引き受けてくれた。嫌味な言い方に腹は立ったが、すぐに了承してくれたのは、私にとっても都合が良かった。この後、義彦が支払っていけるのかを調べるため、審査が入るそうだ。審査に通らなかった場合は、一括返済または売却し、保証となるらしい。しかし、それから数日後、私の予想通り、夫から電話がかかってきた。かなり慌てているのか、息を切らしているようだ。今、ローンの請求が来たんだが、これはどういうことだ？義父の声で、早くあの女を呼び出せと、怒鳴り散らす声も聞こえる。どういうこと？金額だよ。なんだよこの金額は。どうやらやっと、ローンの連絡が義彦に行ったらしい。知らなかったの？月30万よ。支払えるのよね。30万。立地もよく、人気エリアに建った家。二世帯住宅ということもあり、バリアフリーを意識した内装にしていた。土地もかなり広く高額だった。名義変更する際に、きちんと書類も見せていたのだが、義彦はちゃんと見ていなかったらしい。私の両親は退職金もあったし、資産家だったということもあり、問題なく支払える金額だったが、だが、義彦には到底支払える金額ではないだろう。そう、30万。きちんと書類も見せたでしょ？それじゃあ、ローンの支払い頑張ってね。あ、そもそも、ローン通らないかもね。そう言い、電話を切った。後日、義彦から話がしたいと連絡があった。離婚についても話をしなければいけなかったため、ひとまず私の両親も交えながら会ってもいいと伝え、喫茶店で待ち合わせをした。約束の時間より前に、義彦は到着していた。彼は痩せ細っているように見えた。話って？ニナ、本当にごめん。全部、ニナが正しかった。義彦はやっと私が本当のことを言っており、両親と姉が嘘をついていることを知ったらしい。そう聞くと、ローンが通らず、あの家に住めないと分かった両親が、すぐに私を連れ戻せ、と言ったそう。しかし夫は、私に裏切られたので一緒に住めないと伝えると、今までの話は全て嘘だから引き戻せと言い、あっさりと嘘を認めたらしい。なんとも、あの人たちらしくて笑えてしまう。だから言ったでしょ。不倫なんてしてないし、あなたのお金なんて使わないって。本当に悪かった。お願いだ。許してほしい。無理無理。許すわけないでしょ。今日あなたに会ったのは、離婚が成立したことを伝えるためよ。あと、謝罪を聞くためにね。離婚届、出したのか。かすれそうな声で、聞く元夫。当たり前でしょ？あなたが投げつけてきたんだから。これで私とあなたは無関係なので、せいぜい、ご両親とお姉さんによろしくお伝えください。そう言い、
席を立とうとした瞬間、義彦に腕をガッと掴まれた。お願いだよ。許してくれよ。頼むよ。目に涙をためながら懇願する情けない元夫を見て、さらに気持ちが冷めていくのを感じた。すると、今まで黙って隣にいてくれた父が口を開いた。おい、うちの娘からその汚い手を離せ。娘を裏切っておきながら今さら都合が良すぎるんじゃないのか。もう金輪際娘には関わるな。わかったか。父は顔を真っ赤にし、怒り心頭のまま発した。父のこんなに怒る姿は生まれてから初めて見た気がする。義彦は父に怒鳴られ萎縮してしまったようで、私から手を離した。そして私たちはその場を後にした。後から聞いた話によると、結局義彦はローンが通らず、一括返済か売却を命じられたらしい。もちろん一括返済なんてできるわけがなく、売却を選んだらしい。義彦は自分を騙した両親と姉とは絶縁したそう。そして今は格安アパートに住んでいるそうだ。元義両親と元義士は大好きな義彦に絶縁され号泣していたようだが、私にはどうだっていい話だ。その後どうやって暮らしているかは知らない。私はというと、両親と一緒に前の実家で暮らしている。老朽化したままで古い家だが、父と母が一緒にいてくれるだけで今は幸せだ。父はまた新しく家建てようかななんて話していたので、近い将来両親に恩返しとして家を買ってあげられるように、私も仕事をこれからも頑張っていこう。